こんにちは、ウージンです。このチャンネルでは私が中国の上海で学んだ洋式太極拳の中でも88式について主に発信しています。今はこういった感じで動きがわかると太極拳が面白くなるというシリーズで動画を投稿しています。今回は88式の13番目の動き、シズショウについて解説していきます。解説に入る前になぜ動きの意味がわかると太極拳が面白くなるかについて話したいと思います。太極拳はもともと武術のため動きに攻撃や防御の意味が含まれています。動きの中でこの手は相手の攻撃を防いでいるとか、この手は攻撃しているといったのを意識しながら練習するのをおすすめします。意味を意識して練習することで得られるメリットが3つあります。順番に紹介していきます。1つ目は正しい動きを覚えやすくなるという点です。太極拳をやったことがある人だったら動きが難しくてなかなか覚えられないという思いを持ったことがあると思いますが、私も始めた時は同じで体の動きを教わってもなかなか覚えられないなということを感じていました。ただ動きの意味を教わった時にすごく納得がいき、とても覚えやすくなったのを感じています。2つ目のメリットは意識する場所が分かり、太極拳を分かっているなと思ってもらえるという点です。例えば手を挙げた時に意識する場所が手なのか腕なのか肩なのかというのは、その手で攻撃しているのか防御しているのか、どんな攻撃なのかどんな防御なのかというのが関わってきます。同じポーズに見えてもそれぞれの動きで筋肉の使い方が違うので、見る人が見ると違いが分かります。これは私の経験なんですが、意味を考えて動いたりポーズを取ると先生から褒められることが多かったです。3つ目は効果を感じられるという点です。太極拳というと滑らかな手の動きを思い浮かべる方も多いと思いますが、手を動かすのではなく腰を動かして手を連れていくという動きを意識します。腰をひねったり回したりすることで内臓のマッサージができ、健康効果につながります。他のスポーツでも言えますが、腰の力を使って引いたり押したりということで強い力が生まれます。攻撃や防御を考えると自然に腰を使うという動きができるので、それが健康効果につながります。これらのメリットは私が実感したことで、太極拳を学んでいる皆さんにもシェアして同じような体験をしていただきたいなと思い、動画にして発信しています。前置きが長くなりましたが、シズショウの解説に入っていきたいと思います。こちらが88式のタオル動きのリストになります。シズショウは88式の中で3回登場する形です。この順番で解説していきます。まずは動きの概要です。一つ前の動き、ルフンス B の終わったポーズから動きを2回繰り返します。まずは解説なしでご覧ください。どうぞ。次にステップごとの動きを説明していきます。1つ目です。重心を右足に移します。2番目です。左足のつま先を右に向けます。同時に体を右斜め45度に向けます。体を右に開きます。左手と左足は動かしません。重心を左足に移し、両手を体の前で閉じるように動かします。右手を前にして手を交差します。重心を体の中央に移し、膝を伸ばします。次に細かい部分を見ていきます。ここでは7から8割程度の重心を右足に移動させます。次の動きで左足の角度を変えますが、重心が左足にあると膝を痛める原因になるので注意しましょう。
左のつま先は90度右に向けます。難しい場合はできる範囲で構いません。体と手は半分の45度です。右手を開きながら右のつま先も右側に向けます。右手を開いて閉じるときは円を描くように動かします。手は胸の前で腕がこう描くように体から離します。次に動きの意味を解説していきます。十字手はその名前の通り、両手が十字になっているこのポーズから名前がついています。腕を閉じる動作と閉じた後のポーズに攻撃と防御の意味が含まれています。腕を閉じるこの動作は相手の両腕を挟み、肘関節を決めながら上に上げるという意味になります。相手の腕を挟んでいるのをイメージし、前腕の内側に力を入れる意識を持ちます。十字を作った後のポーズは防御で、正面からの相手の攻撃に備えます。手の位置が体に近いと相手の攻撃に耐えられないため、腕がこう描くように保ちます。相手が前から押してきて、それを耐えるように外に張るような意識を持ちます。ただ実際に力を込めてしまうと肩がリラックスできないので、ちょっと意識するといった感じです。最後に解説のまとめと仕上げの練習です。こちらが今回お伝えしたまとめです。両腕を閉じていく動作では相手の腕を挟むのをイメージし、腕の内側を意識しましょう。腕をクロスするポーズでは相手が押してきているのをイメージし外に張ります。ただ肩はリラックスさせるのを忘れないようにしましょう。次に前と後ろから見た動きをご覧ください。お伝えした内容を頭に置きつつ練習してみましょう。最後までお付き合いありがとうございました。参考になったなと思ったらいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。